ソロです。今回は漫画最新話ボルト65話について解説&考察をしていきたいと思います。最新話ネタバレ含みますのでご注意ください。前回の64話ではボルトが解放状態になり、最後倒れるかのようにして終わっていました。65話序盤はなんと時間が止まってしまいます。そこには桃式が現れていました。くだらん薬なんぞでカーマの回答を止めたとして、所詮一時しのぎの気休めに過ぎん。今回は体力やチャクラの消耗のせいじゃないとボルトは分かっていました。この感覚覚えがあるといい、ボルトがカーマを刻まれた時と同じだと感じていました。桃式は止まっているコードを見て、からの残りかすめ10尾を所有しているのは確かこいつか、今のうちに殺しておくか、変われ小僧と言い桃式がボルトを乗っ取ってしまいます。途端に時間は動き出し、ボル式はコードに螺旋丸を放っていきました。それを回避したコードはデタラメな破壊力だと言い、ボルトの時とはレベルが違うと言います。その頃アマドはコードとカワキが遭遇していることを聞き驚いている状況でした。奴には感知能力の類などないはずだ、いくらなんでも早すぎると焦っています。すでに7代目が向かっているに対してアマドはサイの話など聞かずブツブツ言います。頼むぞカワキ、せっかくここまで来たんだ、下手を打つんじゃないぞ。スミレは見抜いていました。その頃ボル式 vs コードはボル式の螺旋丸攻めでコードは苦戦していました。そこで爪痕で移動しカワキを人質に取ります。10尾の餌であるカワキを盾にしました。そんな脅しも一切反応せず、桃式は螺旋丸を指先に収縮し新技を作ってしまいます。その名も螺旋弾と称して、ドラゴンボールの気候波のように放ちかっこいい技を見せました。この爪痕で回避できるコードが避ける暇もなく肩に直撃するという驚きの術を見せます。出来損ないカーマめ、お前のは術の吸収もままならんようだなと見抜いていきます。桃式はカワキを捕らえいい子にしてろと言いますが、カワキは反抗し攻撃をしていきます。カワキが言うことを聞かないため腕を折ろうと桃式がしようとした時に、ここでナルトと鹿丸が登場しました。鹿丸は桃式を影縛りでしていきます。ナルトはカワキを抱きかかえ助けていきます。カワキの恐れていたことが起きてしまいました。大丈夫かカワキ。大丈夫なんかじゃねえよ。なんで来ちまうんだよ。逃げてくれ早く、今度こそ殺されちまう。本音が出ます。里を脅かす敵を目の前にして逃げ出すホカゲがどこにいるんだと逃げないナルトに対して、カワキは本気で焦り、7代目ダメだと言い極限状態になってしまいます。途端コードは鹿丸を今度は人質に取ります。2度目の人質で割と追い込まれています。鹿丸は俺に構わずやっちまえと補佐役として素晴らしい姿を見せていきます。桃式は面白い、手伝ってやろう、ホカゲを殺すのをと言いナルトが標的になってしまいます。そんな状況をカワキは許すことはなく、カワキは自ら桃式に向かっていってしまいます。それもそのはずでカワキは一瞬にして倒されてしまいます。しかもナルトの目の前で。ナルトは鹿丸が捕まっているため動けず、罪だなホカゲ、観念しろ。いかなる強者も得てして最後の瞬間はあっけないものだと桃式は言いました。一度やられているからなのか、ナルトのことを強者と表現していてなんか可愛かった。そしてまたしても桃式は超大玉螺旋丸と言い、ナルトにやり返すかのように放ちます。しかしなぜか大玉螺旋丸は吸収されてしまいます。一体誰が吸収しているのか驚きます。カワキは階層に入ります。お前を苛立たせるのは単なる無力感か、それとも力を失った喪失感か。手に入れろ、一式なき今こそその手に新たな力を。なんとカワキは自らカーマを解放してしまいました。ここで最新話65話は終了しています。今回のボルトが苦しんだ時、桃式に乗っ取られるとは思いもしなかったです。ここにナルトたちが来たらバッドエンドと思っていましたが、今回いい部分も見えました。
桃式は変われ小僧といい、今回は良性的なものを入れていたとこです。呪術廻戦のスクナと虎杖のような関係に近く、今回はボルトは所望はしていません。ボルト自身が出てこようと思えば戻れるかのようなニュアンスがしたのは気のせいでしょうか。または将来ボルトと桃式が共闘するような関係性が少し見えたような気もしましたよね。ただ今回はカーマの回答がもうそろ近く、より桃式の魂が出やすくなったのも否めませんが、それは今までこれができるのであればボルトの消耗を狙って機会を伺っていたのは意味がなくなります。もしくはボルトが解放したことにより桃式が出現しやすくなってしまったのもある。今回で権限は3回目であり、ボルトの力で桃式を沈めるのは間違いないと思います。2回目の権限でへし折った角はそのままであるし、今回はへし折ることはできません。なのでこのタイミングで上眼かとなりますが、ここまで引っ張られると逆にまだ先な感じがします。今回はついにカワキのカーマが復活しましたよね。自分でカーマを出すというのは当たりました。アマドがここに現れるとか現実味がなかった。しかしカワキの相当な焦り具合が描かれていた。ナルトが来てしまう。立ち向かうこともできない。ボル式とコード、もうどうしようもない状態。最後ナルトがやられてしまうという最高潮のタイミングで見せてくれましたね。しかも今回はボルトの解放状態に近い状態での姿であるのが特徴的でした。通常時のカーマと違う模様とすれば、指の部分に指輪のような模様があるかないかです。これはボルトの場合であれば桃式権限の時と解放した時にしか指輪はありません。これの模様が意味しているのは何なのか。青年期ではちなみにこの模様はないです。考えられるのは、よりカーマの力を引き出して使う時、今回のカワキも角もあり引き出している。前回の角が生えた時は目の部分はカワキ本来の目でしたが、今回は白眼のようになっていました。そしてこれ白眼かと思ったのですが、よく見ると模様が入っているんですよね。次元と同じ黒目のような感じがしたのですが、気のせいですかね。上眼がまだ先な感じがする理由について、今回はカワキとボルトのカーマの共鳴が主題かと。カーマの共鳴について未だに明かされていないですが、このタイミングでわかると感じがします。なんやかんやで解放状態で2人揃うのは初めてですよね、確か。今回のカワキのカーマも共鳴により解放状態に近いのではないかと思っています。カーマが復活するんであれば、今まで通りのカワキのカーマ状態で出てきても不自然ではないですよね。共鳴かなんかでボルトは桃式を押さえつけ元通りに戻りそうな気もします。カワキがいることによって共鳴か何かでボルトは桃式を抑制できるのかもしれません。そういう意味でも兄弟であると感じます。カワキがいつか裏切り共鳴で抑制できなくなり、ボルトはそこの力に目覚めて上眼を開眼するとか。上眼は正直先が読めないですよね。一式の魂は本当に消滅しているのであれば、カワキは乗っ取られないので強いのでは。やっぱり青年期ではカワキも角がないので、やっぱり共鳴が鍵な感じがしますよね。でボルトはモモちゃん宿しているから上眼で抑制しているとかなのですかね。そして桃式はやっぱり可愛いですね。螺旋岩の名前も覚えちゃって大玉もしちゃって、螺旋弾とかアレンジしちゃうし、クラマみたいに可愛い感じがあるのは印象いいですね。そしてアマドは今回も意味深な発言がありました。せっかくここまで来た、もう作戦が近いのか。でもカワキが自力で一式の力を出してしまったことにより、新たな大月説は途絶えた気はします。一式の角だし、この時点で器要員ではもうないので、下手なことをするなよはこのことかと思います。アマド自身がカーマを入れるからこそ違う器を入れれるということになるので、大誤算でありそう。しかも一式がもういないので、このカーマを消すということがさらに困難になりました。7代目を守るという一心で一式の力を解放したカワキは、一体この姿は正気を保てるのか。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。チャンネル登録、みんなの感想コメント、考察コメントぜひお待ちしております。